こんにちは、代々木の家のカイトです。もともとなんか日本の古い家って玄関入るとまず客間があってお客さんが自分の家に来るってことは結構普通のことで、それ専用のスペースがあったり人を招くための、しつらいみたいなのがされてたと思うんですけど、最近の例えば日本のマンションの間取りとかを考えると、水回りとか、寝室みたいなプライベートな空間がまず手前にあって、でそこをこう廊下で縫うようにこう通って、そうすると奥にリビングとかダイニングがあるっていうような間取りになっていると思うんですけども、そういう間取りだと、人を呼びにくいというか、ちょっとこうなんていうんですかね、ちゃんと家中を掃除しないと、人様呼ぶことできないよねみたいなハードルの高さを感じることってあると思うんですね。なので個人的にはそういった間取りから見直して、人を家に呼ぶことがしやすいような家を作ることって、面白いことなんじゃないかなって思ってるんですけども、例えば今なんでそういうことを考えるかっていうと、コロナ以降例えば家で、在宅で仕事をすることも増えた人もいるでしょうし、あるいはなんか、外で、友人とご飯食べる以外にも、家で少人数でホームパーティーするみたいな選択肢も、出てきたと思うんですね。そうすることで、今ライフスタイルも多分すごい多様化しているし、家自身ももっといろんな活動ができるような、寛容さがあったりとか、あるいはなんかその毎回家を全体大掃除しなくても、人をこう家に呼べるような、そういうこう自由なライフスタイルを許容してくれるような家っていうのが今多分求められてるんじゃないかなって思ってます。具体的にうちの家でじゃあ何やったのかっていうと、いくつかあるんですけども、最初もともと玄関入ったらですね、すぐまず廊下があって、その廊下を介していろんな部屋に入っていくっていうような間取りだったんですけども、まずその廊下を取っ払うことにしました。なので玄関入るとお客さんもすぐダイニングにこうアクセスするような大胆な間取りにしてます。もう一つが、人の家の扉を開けることのハードルっていうのがあると思っていて、例えば友達ん家に遊びに行ったりすると、ここの扉って開けていいのかなみたいなことってよくあると思うんですよ。なので、そういうことがないように、私の今の家はそのゲストは扉開けなくても自由にこう部屋を行き来できるような、そういう間取りになってます。で、最後がですね、プライベートなスペースと、あと誰がいてもいいスペースをちゃんとこう分けておくことで、例えばなんかいざ急にお客さん来るよってなった時も荷物をこうまとめてプライベートな部屋にこう詰め込めるような、そういう部屋をちゃんと確保しておくだけでもかなり人のことを家に呼びやすいような家づくりができるんじゃないかなって思ってます。ただ今話した最初の2つは、リノベーションまでしないとなかなかちょっと実践できないことだと思うんですけども、そういうリノベーションとかリフォームすることで、ライフスタイルの幅ってすごい広がると思いますし、人が家に来ることで家もすごい綺麗に保たれるし、家の中の空気感っていうか雰囲気もすごい明るくなったり、その風通しがいい雰囲気になったりとか、いろんなメリットがあると思います。もともと多分私もそうだったんですけど、家って、仕事から帰ってきて簡単にご飯食べて寝るだけみたいな空間だったと思うし、そういう風に生活されてる方も多いと思うんですけども、その家っていうものがもっといろんなシーンで使われるようになると思うんで、こういうことを考えるのってすごい面白いんじゃないかなって思ってます。で、ただですね、今話したそのリノベーションの内容っていうのも、そもそもこういう間取りに変更しやすいマンションとちょっと変更しにくいマンションっていうのは、あるんじゃないかなっていうことを個人的には思っていて、じゃあどういったポイントがそのリノベーションしやすいポイントになってくるのかっていうことを次回の動画でもうちょっと詳しく説明していきたいと思います。最後までお聞きくださってありがとうございます。